ログイントゥアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、昨日公開されました INI スタジオ高塚ひろむキャッチザモーメントオリジナルバイリサ、こちらを見て細かすぎる歌声解説していきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。いやー、他の SNS の方でね、昨日つぶやいたんですけど、僕実は元リサっ子なんです。どのぐらいの時期までリサさんを追っていたかというと、グレンゲ一歩手前、グレンゲで合ってましたっけ、鬼滅の刃の主題歌の。あそこぐらいまで僕はね、リサさんがすごい大好きで、当時のリサさんはね、もうね、アニソンの女王って言われるぐらい、アニメのね、主題歌をバンバン歌っていたんですけど、その頃のね、リサさん僕大好きで、ずっと追っていたんですよ。で、もちろんね、今回ヒロムさんがカバーするキャッチザモーメントもアニメソードアートオンラインというアニメのですね、主題歌に選ばれた曲で、ものすごいね、聴いていた曲だったので、今回ヒロムさんがカバーする曲が、まさか僕が大好きなキャッチザモーメントだとは夢にも思わず、もうほんとテンション高いです。なので、こんなテンションで歌声解説していくので、もう今からね、理性がキープできるかちょっと不安なんですけど、ぜひね、最後まで皆さんお付き合いいただけたらなというふうに思います。今回歌声解説する動画、まだ見ていない方、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。そして少し前にですね、ヒロムさんがカバーしたもう一曲 INI のバースターズ、こちらの歌声解説動画も公開しております。こちらのね、サムネイルの動画になってます。こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、まだ見ていない方はね、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが大好きな INI を筆頭にラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI スタジオ高塚ひろむキャッチザモーメントオリジナルバイリサ、歌声解説していきたいと思います。さあ、お、弾き語りじゃないですか。わあ、熱い。いやー、ちょっと一回止めます。こっからね、多分ね、盛り上がってくるんですけど、盛り上がる前に止めますね。いやー、すごくね、嬉しいですね。すごく大好きな曲ですから、僕。その大好きな曲をですね、大好きなヒロムさんがしかもバンドで歌うっていうね、たまらないですね。続きいきますよ。やばいね、これはね。いやー、かっこいい。こっからね、歌い出すんですよ。こうやってね、もったいぶっちゃってね、すいませんね。過去一テンション高いんじゃないかな、僕は。もともと僕はね、バンド畑で、アマチュア時代ですけどね、バンドやってたんですよ、3年ぐらい。そっからですね、スカウトされて、コーラスグループにね、加入して、そこでプロ活動をね、始めたっていう流れなんですけど、もともと僕バンド大好きですから、もう、嬉しいことしちゃいますよね、ヒロムさん。次行きますよ。多分ね、歌い出しいきます。いやー、嬉しいね。嬉しいね。いやー、もうなんかね、歌声解説よりも上がったテンションをどう抑えるかってところの方がね、今ね、大変なんですけど、でもね、ちゃんとね、ボイストレーナーとしての仕事をしますよ、僕は。さあ、歌声なんですけど、毎回ね、僕の解説動画を見てくださっている方はね、ヒロムさんの特徴、なんとなくね、こう把握してると思うんですけど、鼻に入れた声、これがですね、ヒロムさんの歌声の特徴です。なな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 みたいな、ずっとこう鼻に声を入れたまま歌うっていうのがヒロムさんのね、大きな特徴の一つです。鼻に声を入れることによって綺麗な歌声とか、少年のような歌声とかね、そういう風な印象を持つような質感の歌声になります。もう一回聞いてみましょう。声が合うね。いやー、素晴らしい。そっと吐き出すため息を吸い込んだ。
こういうニュアンスかな。人の体にはね、3つの代表的な声を響かせるポイントがあります。肺の中、口の中、鼻の中。これがね、代表的な3つのポイントなんですけど、それぞれ役割があって、太い声の声質を出すための肺の中、声のクリアさだったり、声量を増幅させるための口の中、そして声質をきれいにしたり、高い声のアプローチをかけるための鼻の中。このね、3つの役割があって、ヒロムさんはですね、口と鼻、この辺が中心になってますね。なので、歌声めちゃくちゃ綺麗ですよね。やっぱりね、鼻と口、この辺を中心に声作りをしているので、すごく歌声がね、綺麗でクリアなんですよね。次いきますよ。やばいね。もうテンション上がりすぎて、いつもよりね、声が大きくなってるかもしれない。音量のね、限界を振り切って声が割れてるかもしれない。もしね、声が割れてるポイントがあったら、それはすいません。鶴さんのテンションが上がりすぎてる証拠だっていうふうに思っていただけたらなというふうに思います。で、今の歌声なんですけど、音域が下がりましたよね。だいぶ低い音域です。男性でも低いんじゃないかな、この辺は。で、低い声っていうのは、言葉がモコモコして聞き取りにくかったり、声質が重くなったりするっていう音域なんですけど、それでもヒロムさんの歌声すごくクリアですよね。これは鼻に声を入れたまま低い声を出してるんです。そうすると、中音域だったり高音域の声の性質をキープしたまま低い声を歌うことができます。なので声がね、すごくクリアなんですね。もう一回聞いてみましょう。ララ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 みたいな。これ普通に歌っちゃうと、ララ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 ラ。ここに歌詞が乗ってくると、2回目にやった歌声っていうのは、歌詞がね、非常に聞き取りにくい声質になってしまいます。なので、低い声こそ、鼻の方にね、いっぱい声を送ってあげる必要が出てくるんですね。次いきますよ。ここのポイントなんですけど、先ほど歌った一番最初の歌い出しよりも声質がたくましくなってるの皆さん気づきましたか？このタイミングでさっきは鼻と口中心で声質作りをしていたんですけど、それプラス肺の中の響きはですね、増幅しているような感じの歌声になってます。なので声がね、太くなってるんですね。先ほどね、肺の中の空間の役割は声を太くするっていう風なことを言ったと思うんですけど、言ってなかったらごめんなさいね。テンションが上がりすぎてね、さっき何言ったかね、ちょっとうる覚えなんですよね。ごめんなさいね、言ってなかったら。肺の中の空間の声はね、声質がね、こう太くなるんですけど、その成分がですね、歌声にプラスされてるから、一回し目のポイントよりも大人っぽい雰囲気になってます。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいね。綺麗な歌声から男らしい歌声に変化したことによって、やっぱバンドサウンドにね、さらにこう、声が合っていますよね。いやー、素晴らしい。次いきますよ。一回止めます。ここはね、B メロなんですけど、すごくね、こう、さらっと歌ってる感じがかっこいいですよね。でもバンドってこうね、単純にさらっと歌ってしまうと、声の存在感がものすごく小さくなってしまうんです。でもやっぱりこういうね、さらっとした雰囲気を出したい。じゃあどうすればいいのか。リズム的な部分を強調するんですね。子音の使い方だったり、休符の入れ方。さらっと歌っている今のフレーズの中に、実はそのリズム的なね、部分っていうのが強調されていたりするんですよね。もう一回聞いてみましょう。休符というよりも子音の強さでアクセント、要は音の強い場所を表現しているっていう感じですかね。で、このアクセントがですね、バンドの楽器体のビートにですね、こううまく絡んで、すごくこうね、躍動感が生まれるっていう流れになっています。いやー、さっきからね、実は僕鳥肌がやばいんですよ。もうかっこよすぎて。いや、もともと好きだったリサさんのね、キャッチザモーメントと、そしてね、現在進行形で大好きなヒロムさんの歌声がね、コラボすることによって、もう魅力がね、もう掛け算方式でこうね、倍増していきますよね。いやー、たまらない。次いきますよ。盛り上がってきたよー。
ヒロムさんのね、得意なね、中高音から高音域、ここからね、一気に音域上がっていきますから。で、気づいてる方いると思うんですけど、低い音域も高い音域も、ヒロムさんの声質全く変わっていないですよね。これどういう風に歌うと、音域が変わっても声質キープできるかっていうと、低い声も高い声も同じ方向に向かって声を出すんですよ。そうすると、低い声は高い声の声質に寄っていくし、高い声は低い方の声質に寄っていくっていう現象が起きます。なので音域が変わっても声質はほぼ変化なしっていうね、そういう感じの歌い方になります。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。今ね、最後の音とか結構高い音でも、その前のね、低い音と声質変わってないじゃないですか。これはね、同じ方向に声を出してるんですね。まあこの音域が変わっても同じ方向に声を出すってこれもテクニックなんですけど、これね、実はね、難しいです。人って本能的に高い声は上にこうね、向かって出したくなるし、低い声はね、下に向かって出したくなるもんなんですよ。だから相当意識して練習をして、何度も何度も反復して、自分の中に癖として取り入れてあげるしかないんですよね。なので、この声を聞いて、ヒロムさん相当反復練習してるなっていうふうに思いました。次いきますよ。この盛り上げ方がたまらないですよね。で、レコーディング上はコンプレッサーっていう音量ね、ある程度ね、均一化される処理がされるので、声量の大きくなった、小さくなったっていうのが分かりにくいんですけど、でも声のパワー感の違いっていうのは、その処理がされても分かるんですよね。で、今のところはサビに向かってね、徐々にこう声量を上げていくような表現でレコーディングしたんじゃないかなというふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。この辺からね、こう、どんどん上がっていくよ。あ、ほらほらほら。ね、最後の出会えないかも、歌詞合ってるかな？ここのところとか特に声のパワーがすごいですよね。ここでね、こうね、声量をこう上げていったんじゃないかなというふうに思います。さあ、こっからサビが来ますよ、皆さん。どのようにヒロムさんは歌い上げるのか、聞いていってみましょう。いきますよ。一回止めますね。もう給付の付け方がえぐいですね。タタ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 みたいな感じで、もう今言ったような雰囲気で多分ね、給付つけてるんですよ、ヒロムさん。なのでサビでのね、歌のビート感がものすごいですよね。で、この音域高いはずなのに、めちゃくちゃ余裕で歌ってる。これさすがですよね。もう一回聞いてみましょう。ね、よく聞くとこう、タッ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 タみたいな感じのね、雰囲気出てますよね。これはいつも言っているちっちゃいツを入れているんですね。これ給付になるんですけど、この給付を入れると給付の後の音っていうのが、先ほど言ったようにアクセントになりますので、音の強い弱いが生まれます。この強い弱いが生まれてくると、歌のね、ビート感っていうのがものすごい出てきて、かっこいい雰囲気だなっていう感じになるんですよね。じゃあ次行きますよ。たまらないね。もうね、ニヤニヤが止まらない。多分ね、ヒロム推しの方だったらわかると思うんですけど、しかもね、ソードアートオンライン見てた方はね、なおさらよくわかると思うんですよ。僕の好きなアニメでね、ランキングベスト3に入るアニメなんですけど、ちょっとこのままソードアートオンラインの話をすると、歌声解説っていうよりね、ソードアートオンライン解説になってしまうので、この辺でやめますけど、気になる方はね、ぜひね、ソードアートオンライン見てください。いやー、やっぱりね、ヒロムさんの豊富な音楽経験がめちゃくちゃ生きていますよね。カラオケで歌うよりも、バンドで歌う方が圧倒的に難易度が高いんですよ。難しいっていうかね。カラオケでめちゃくちゃね、歌が上手くても、バンドで歌ってみると、あれあんまり上手くないなっていうボーカリストってめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、もういつも通りのヒロムさんの歌ですよね。やっぱりね、これね、音楽経験が豊富だからこそなせる技なんですよね。いやー、すごいですね。次いきますよ。
爽やかだね。そして笑顔が素敵。ほら見てこの笑顔。素敵ですね。やっぱりね、顔の表情って声質に宿るんですよ。明るい表情で歌うと明るい声質になるし、暗い表情で歌うと暗い声質になるんですけども、本当にね、このね、爽やかな笑顔がそのままね、歌の声質にこう反映されてるんじゃないかなと思います。もう一回見てみましょう。見てみましょうって聞いてみましょう。この終わらない願いのところが一番声質が明るいですよね。やっぱりね、ヒロムさんがね、満面の笑みをね、見せたところが一番声が明るいわけですよ。もしね、カラオケとかで声が暗くて、明るい曲がうまく歌えないとかいうね、お悩みがある方はね、笑いながら歌ってみると明るい声質になると思うので、ぜひやってみてください。次いきますよ。この二回し目のサビになったら、一回し目のところよりも、子音がね、強いですよね。もう英語なんじゃないかっていうぐらい子音がね、こう前に出てる感じがあると思います。このね、強い子音が出てくると、やっぱりね、バンドはかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。特に作業かな。すごくスッっていうね、子音が聞こえると思うんですけど、やっぱね、ここまでね、強く歌った方が、歌がね、バンドのビートにね、うまく乗ってきますよね。いやー、かっこいいね。次いきますよ。やっぱりね、僕はね、バンドを経験してるせいかわかんないんですけど、やっぱバンドのね、ボーカルっていうと、声も大事なんですけど、やっぱりリズムの方をね、集中して聴いちゃうんですよね。声がいくら良くても、リズムが良くないと、ボーカルの歌ってかっこよく聞こえないので、リズムをね、集中して聴いちゃうんですけど、ヒロムさんのね、今のリズムの取り方って、タタ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 タっていう風に今手で叩いたところをしっかりとリズムを取って歌ってるんですよね。これ音楽用語では裏のリズムって言われていて、日本にはもともとないリズムの取り方なんですよ。日本にもともとあったリズムの取り方ってどういうものかっていうと、タタ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 タ、このリズムの取り方なんですね。でもこの取り方でリズムを取って歌ってしまうと、歌にビート感だったり躍動感っていうのは絶対に生まれないんですよね。なんでかっていうと、話すとね、すごく長くなってしまって、しかも難しい話になるので、ちょっと簡単に言うと、バンドの曲っていうのは、裏でしっかりリズムを取ったらかっこよく聞こえるようにできてるんですよ。この裏でリズムを取るっていうのは、アメリカとかイギリス、そういうところの音楽のリズムの取り方なんですけど、バンドの音楽っていうのはもともと日本になくて、海外から輸入されて入ってきた音楽なんですよね。なので輸入されたタイミングでもうすでに裏でしっかりリズムを取らないとかっこよく聞こえない音楽なんですよ。そこに日本にある古来の表で取るリズムでやっちゃうと本来の雰囲気が出てこないっていうね。こういうことになって結局全部喋っちゃった。喋らないとね気が済まない性格なんですね、僕は。すいません、長くなっちゃって。早くね次のヒロムさんの歌聞きましょう。いきますよ。いいね。このね、安定感がすごいですよね。どの音域に行っても、どんな言葉になっても、どんなフレーズになっても、音程もリズムもめちゃくちゃ正確なんですよ。すごくね、几帳面な性格なんじゃないかな、音楽に対して、ヒロムさんは。少しでも気に入らないところがあるとね、修正するためにすごい練習しちゃうみたいな、そういうタイプなんじゃないかなと思います。もう一回聞いてみましょう。ほらね、すごいね、正確なんですよ。この正確さが聞きやすいなとか、綺麗だなとか、そういう風なね、感想につながってくるんですけど、歌をね、聴く人のことをすごく大事に思ってる歌ですよね。いやー、素晴らしい。次いきますよ。Catch the moment
英語の発音がね、素晴らしく良かったですよね。やっぱりね、英語のポイントは、発音もね、しっかり意識した方が、プロだなって感じがしますよね。もう英語で、日本語英語みたいな感じ、Catch the moment とか歌っちゃうとすごくダサいじゃないですか。しかもバンドは特に、Catch the moment みたいな感じで、こうね、僕はそんな発音いい方ではないとは思うんですけど、しっかり正しいね、発音の仕方で歌詞を歌うとやっぱりね、かっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。もう面の言い方がね、僕はすごく好きですね。さあ、次行ってみましょう。あれ、ヒロムさん、違った。今なんかわけわかんないこと言ったじゃないですか、僕。ヒロムさんがギターソロを弾いてるとね、勘違いしてしまいました。ギタリストの方がね、ギターソロ弾いてましたね。いや、びっくりした。歌もあんなに歌えて、しっかりね、こうね、ギターも弾けて、ギターソロまで弾けんのかなと思って、どんだけ多彩なんだって思ったんですけど、ギターソロはね、ギタリストの方でしたね。失礼しました。次行きますよ。なるほど。ここで、さっき言った表情をうまく使った歌い方をしてますね。あえて暗い表情で歌ってるんですよ。それをすることによって、歌声の感情がとても無機質な感じになってます。これがね、味が出てすげえかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。あたたらら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 らみたいな。こんな感じ。笑うと、ララ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 ラこういう感じなんですけど、今のヒロムさんのところは、ララ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 全然表情で変わりますよね、声。このね、無機質感がたまらなく僕好きですね。いやー、素晴らしいです。あれ、確認で聞きましたっけまあ、せっかくだからもう一回聞きましょうかね。かっこいいね。多分ね、これね、3回目だと思うんです。途中で思い出した。確認したわ。すいません。でも何回聞いてもかっこいいですよね。で、先ほどの無機質な声から今徐々にね、こう力強さが加わってきたような表現の仕方になってきたと思います。歌詞がね、変わっていく未来に怯えてっていう言葉なんですけど、ここに対して怒りを感じてるとかそういう感情なのかな？もう一回聞いてみましょう。怯えてる自分に対して怒りを感じてる。あるいは怯えてるんだけど頑張らなきゃだよみたいな希望の気持ちだったり、そういった感情表現なのかな。次いきますよ。いやー、やっぱりね、このね、低いところから高いところまで、こうね、音域が結構幅広いフレーズなのに、声質が全く変わっていないっていうところが、ものすごいですよね。最後のね、一番高い音なんかは、少しくらいは声が細くなってもおかしくないのに、全く変わってない。これはね、ほんと尊敬しますよ。もう一回聞いてみましょう。ほらで、ここの部分だけね、ジャズっぽいアレンジになってるのがね、またかっこいいですよね。で、最後の音、声が変わってない理由としては、鼻に入れる声の量を増やしたんですね。で、鼻に入れる声の量を増やすと、胸の響きがね、取りやすくなったりするんですよね。声の支えを胸に置けるというか、すごくね、ちょっと抽象的で難しい説明の仕方で伝わりづらいかもしれないんですけど、ポイントの響きを使えるようになったら、今度はこっちに意識を向けてこっちを使うとかね、そういう風な、さらに1ランクも2ランクも上の声の響きの使い方っていうのがあるんですけど、今ね、ヒロムさんそれやってますね。次いきますよ。かっこいいね。最後のね、ロングトーンとかね、ものすごく強い声でしたよね。で、ここで、やっぱりね、地声の成分である胸腔共鳴の響きっていうのが増幅してる感じになってます。だからこうね、かっこよくて、たくましいような雰囲気がね、声に出てるんですよね。もう一回聞いてみましょう。
こうね、軽く歌ってるようなんだけど、声のパワーが損なわれない。これね、すごい声の使い方ですね。やっぱり声のパワーっていうと胸腔共鳴なので、こっちをね、めちゃくちゃ使ってるのは確かなんですけど、やっぱりね、ヒロムさんの声の作り方っていうのは唯一無二ですよね。似てる感じの声を使ってるボーカリスト誰かいるかなと思ったら、誰も見当たらないんですよね。もう今のね、日本の音楽シーンの中では、ヒロムさんの歌声はもう唯一無二ですね。素晴らしいです。次いきますよ。一回ここで止めますよ。ちょっとね、中途半端なところから流し始めてしまいましたね。多分 B メロ終わりでブレイクがあって、その後、無音状態でヒロムさんの歌始まりだったと思うんですよ。いやー、もったいないことしちゃったな。で、声質的にはね、ものすごくサビで明るい声質になってますよね。明るい声質としてはさっきね、表情でも明るくなるよって言ったんですけど、ヒロムさんの声の2つ目の特徴、ヘッドボイスですね。これは先ほど言った代表的な3つの声が響くポイント以外の部分、頭。こちらがキーポイントになってます。頭を響かせた声、頭部共鳴って言うんですけど、頭部共鳴も2種類あって、頭のですね、前。こっちがヘッドボイス。で、後頭部がスーパーヘッドボイスっていう声があるんですよ。で、ヒロムさんはこの後頭部を響かせるスーパーヘッドボイスが常に歌声に混ざってます。で、スーパーヘッドボイスって声をきれいにしたりとか、めちゃくちゃ高い声を出すためのアプローチにものすごく多用される声なんですよね。だからヒロムさんね、高い声もすごく得意だし、もう得意っていう次元じゃないですね。もう自由自在にすごいね、高い声出せると思うんですけど、これはさっき言ったスーパーヘッドボイスを使ってるっていうところが大きな理由だと思います。で、このスーパーヘッドボイスの響きがですね、こう目立ってくると声質が明るくなったりもしますね。今ちょうどそのポイントでした。もう一回聞いてみましょう。今度はね、ちゃんとブレイク前から流しますよ。ほら。今度はね、ちゃんとね、流しましたよ。完全なブレイクじゃなかったですね。ブレイクっていうのは楽器体の音がない状態で歌から始まるとかね。歌もなしで全くの無音状態。これはね、ブレイクって言うんですけど、ちょっとだけ音鳴ってましたね。なんか、ちょこ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 みたいな感じのギターの音かな。鳴ってましたけどね。ほぼブレイクでしたね。次行きますよ。このタッタラタッタラのこのね、今強く言った部分がヒロムさんが歌ってるアクセントのポイントなんですけど、ここを強く歌うことによってこうね、歌がこうグイグイとこう前にこう出ていくようなニュアンスが表現されるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、かっこいいね。もうここまでね、素晴らしいと、感想はね、後半になるともうね、いや、かっこいいねしか出てこなくなっちゃう。だから僕のね、悪い癖なんですけど。でも多分皆さんもそう思ってますよね。かっこいいなとか、素敵だな、イケメンだなとかね。それと一緒です。じゃあ次行きますよ。もうね、ここまでバンドのボーカルでね、安心して聴けるっていうのも珍しいんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱりバンドのボーカルっていうと、こう激しく歌うっていう方がめちゃくちゃ多いと思うんですけど、やっぱりね、こうかっこいい部分もあるけど、荒い部分もあるみたいなね。それらをこう全体でまとめてバンドボーカルっていう風な僕の中のね、勝手なイメージではあるんですけど、そういうものかなっていう風に思っていて、でもヒロムさんって全体的にね、めちゃくちゃ安定してるんですよ。土台がしっかりとしてるっていうかね。やっぱりこれはダンス&ボーカルを経験してるからこそ出てくる安定感なのかな。ものすごくこう歌を聴いててホッとするというか、自然に聴けるというか、これはね、ものすごい魅力ですよね。もう一回聴いてみましょう。や
やっぱこう口が縦に開いた時が強い声が出るのかな。ずっとね、声は鼻に入れるとか胸に落とすとか頭にとか言ってきたんですけど、もう現実的に言うとやっぱ声って口から出るんですよ。で、口の大きさが大きければ大きいほどパワーのある声が出ます。これはメガホンの構造と一緒でですね、声が上がってきて出口がこう広ければ広いほど外にある空気にですね、声の振動がこう伝わりやすいんですね。伝わる面積が広がるというか。で、口がちっちゃいとこのぐらいしか空気に振動が伝わらなくても、このぐらい開くと見た感じわかるじゃないですか。倍ぐらいの量の空気に振動が伝わるっていうかね。なので口を大きく開いた方が声量も出るし、パワーのある声にもなりやすいんですよ。ただ、口広げすぎると喉に力が入ってしまって良くなかったりもするんですけど、今のヒロムさんのタラタタタタのこのタのところ、高い音のところで口をね、こうガッて開いてたんですよね。その部分でやっぱりね、強い音が出てますよね。もう一回聞いてみましょう。ここ。信じたいのこのタのところがね、すごくこうパワーのある音がこうボーンって出てるんですよね。やっぱ口の大きさでそれを表現してるのかなというふうに思います。次いきますよ。一回飛びますよ。乗ってきましたね、さらに。全体的にね、スタッカートで歌ってるんですよね。タタ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 みたいな。伸ばすところはしっかり伸ばしてるんですけど、気持ち的にはこうね、全体的に一つ一つの音をこう切るみたいなイメージで歌ってると思います。もう一回聞いてみましょう。全体的っていうか、タラタタタ、ここがスタッカートになってんのか。失礼しました。このね、スタッカートのニュアンスが入ってくると、フレーズ全体がね、こうね、弾んだようなニュアンス出てきます。今がね、そのポイントでした。次いきますよ。こっちはその弾んだ感じをあえて抑えたようなニュアンスになってますよね。いや、同じフレーズでもね、ここまで表現が変わってくると聞いててこうワクワクしますよね。もう一回聞いてみましょう。ね、前半ほど弾んだ感じがないですよね。このね、歌い分けの発想力がやばいですよね。いやー、すごいね。次いきますよ。嵐のこのしゃくりのね、こうニュアンスがすごくたまらなくかっこよかったですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。ニヤニヤしちゃいますね、やっぱりね。次いきますよ。ここからね、C メロが始まるんだ。そう。僕もね、この曲聴くのはもう何年ぶりだろうっていうぐらいな感じなので、もう曲の構成とか忘れちゃってるな。じゃあ C メロから流してみましょうかね。激しいね。C メロが一番こうね、激しいニュアンスが出ていますよね。リサさんのね、原曲も確かそうだったかな。リサさんのね、かっこいい部分はしっかりと吸収して、その上で自分色を出してるっていう感じですよね。ここがね、素敵ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。めっちゃかっこいい。いやー、かっこいい。何回言うんだって話ですよね。次いきますよ。このやっぱしゃくりのためっていうんですかね。このため具合が最高にかっこいいですね。もう一回ちょっとそこ注目して聞いてみてください、皆さん。ほら。してーのここね。普通だったら、してーぐらいなんですよ、しゃくりって。でも、ひろめさんの場合は、してーのこのね、ゆっくりじわじわこうしゃくってくこのしゃくり方がね、たまらなくかっこいいですね。続きいきますよ。
ちょっと表現的に抑えた感じかな、ここは。この後ね、確かね、静かなサビが来るんですよ。そのための準備だったかな。なんかネタバレしてるみたいですね。ごめんなさいね、皆さん。もう一回今のところ聞いてみましょう。さっきのね、かっこいいしゃくりっていうところに比べるとちょっと抑えたような感じになってると思います。いきますよ。ほら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 。ちょっとなんかこう、徐々にこうね、トーンダウンしてきたような、そんな感じのニュアンスを感じれるかなと思います。次いきますよ。あ、違った違った違った。そうだそうだ。こっからそうだ。全然静かなサビなんて来ないじゃないか。もうね、忘れてますね、楽曲の構成をね。そうか、最後のロングトーンで盛り上げたいからさっきのところは一旦抑えたのか。そういうことね。もう一回ちょっとロングトーンのとこ確認してみましょうか。鶴さん嘘ばっかじゃんみたいなね、感じになってます。本当ごめんなさいね。聞いてみましょう。そう、ここでちょっと抑えて、ここでこうね、盛り上がってる感じですよね。さあね、ロングトーンのところでこう盛り上げるために一旦こうちょっと抑えたんですね。そういうことか。いやー、テンション先行型だとね、こうもね、なんかうまくいかない感じの解説になってしまうんですね。すいません、皆さん。こんな鶴さんも楽しんでいただけたらなと思います。次いきますよ。多分ここからしばらくね、間奏が続くんですよ。ね。このまま歌い出しまでね飛ばしてもいいかなと思うんですけど、歌声解説だからね。でもせっかくだから見てみますか。いきますよ。うわ、繊細で優しいいい声ですね。いや、この音域でこの声の使い分けができるっていうのは本当にもう恐ろしいぐらいすごいテクニックですね。で、この声の出し方僕もね、今日できるようになったんですけど、鼻に声を通しながら後ろに声を引くんですよね。なので、スーパーヘッドボイスのニュアンスと鼻腔共鳴の響きっていうのを同時に使うんですよ。そうすると高い音域でも柔らかい声質で歌うことができるんですよね。で、どのぐらい鼻に入れるかっていうと、鼻から息が流れていってる感覚が自分で確認できるぐらい鼻に声を送ってあげるんですよ。これが少なすぎるとバランスが崩れて喉に力とかが入っちゃうんですよね。もう一回聞いてみましょう。そうそう、この声がね、さっき言った鼻とスーパーヘッドで、もっと言うと腹筋を支えにして声を出すんじゃなくて腰の筋肉なんですね。そうするとお腹からですね、こうスッと頭まで声が上がってくる感覚をつかむことができるんですよね。なのでこの3つのバランスです。腰の筋肉、鼻、スーパーヘッド、この3つでうまくバランスをとって出している声ですね。次いきますよ。かっこいいね。こうね、ヒロムさんのフレーズの最後のこうちょっと寂しそうな雰囲気が出る声質、これねすごい好きです僕。今のとこもう一回聞いてみましょう。次そう、カウントしてるみたいな、こうちょっとね寂しそうな雰囲気の声っすね。これねすごい好きです。ものすごいセクシーな歌い方ですよね。次いきますよ。あ、ここもそうだ。いいね。これね、僕の好きなんで、そのねちょっとね悲しそうな声からこう徐々に盛り上げていって激しい声で次のサビにつなげるっていうね、そういう流れだね。もう一回聞いてみましょう。そう、次から盛り上がるよ。でね、こっからね盛り上がったサビが来ますよ、多分。もうね、ごめんなさい。なんかね、自信なくしてます、僕。この曲ね、ものすごい好きで、すごい聴いてたはずなのに、やっぱね、何年も聴かないと構成忘れちゃうんだなっていうところがね、ショックだったり、せっかくね、皆さん大好きなヒロムさんの歌の解説をしてるのに、ちょっとね、グダグダな感じになっちゃって申し訳ないなっていう気持ちもあって、今ね、ごめんなさい。ちょっと自信をなくしてしまいました。ただね、僕もヒロムさん大好きなので、ちょっとテンションだけはね、上げていきたいと思います。次いきますよ。爽やか。
良すぎてちょっとね、長めに聞いてしまいましたけど、最後で一番爽やかな声質が来ましたね。いや、たまらないです。もう一回聞いてみましょう。あ、かっこいいな。そのうちなんかね、ヒロムさんがもしね、仮にですよ、ソロ活動をするとき、多分バンドですよね。全国ツアーなんてやるときになったら、高塚ヒロムバンドなんつってね、全国47都道府県をこう回るみたいな感じ。なんかね、そんな日がね、遅かれ早かれ来そうな気がしてるのは僕だけでしょうか。それぐらいね、素晴らしい演奏と歌なんですけど、そういうのもね、見てみたいなっていうふうに思います。次行きますよ。このね、リズムのアクセントのところで頭をね、このカーンって当てんのがね、かっこいいですよね。これ歌とちょっと関係なくてパフォーマンスのお話になるんですけど、そういうね、曲のアクセントのところに体の動きを合わせると、見てる感じね、すごくかっこよく見える瞬間があるんです。もう一回見てみましょう。ほらほらほら。あと何回みたいな。こんな感じの動きね。いや、すげえかっこいいですよね。やっぱこういうね、アクセントに動きを合わせるっていうのは INI のね、普段からのパフォーマンスの練習だったりね、そういうところの知識が生きてんじゃないかなというふうに思います。次行きますよ。かっこいいね。でもうね、終わりに近づいてきてね、すごく寂しい感じです。僕の中で。次行きますよ。ほら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 、このしゃくりだよ、このしゃくり。やばい、かっこいいよね。もう一回聞いてみましょうよ。次次。ほら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 、この音がね、やばくかっこいいですよね。いやー、たまらないね。最後の最後で僕の好きなしゃくりが来ましたね。じゃあ次行きますよ。強いね、ワンフレーズ。そう、ここがね、最後の多分ワンフレーズになってると思うんですけど、一番強い言葉が出てきましたよね。言葉のこう、子音が強いというか、アクセントが強いというか。もう一回聞いてみましょう。ほら、かっこいい。かっこいいね。言葉の発音がね、声もね、もちろんかっこいいんですけど、このね、かっこいい声とかっこいい発音が組み合わさったことによってね、最高にかっこいいワンフレーズですよね。いやー、たまらないね。あとはね、多分アウトロで終わると思うんだ。ちょっと見てみましょうかね。ギター弾いてるね、ヒロムさんもね、レアですから。いやー、汗かいちゃいました。INI スタジオ高塚ひろむキャッチザモーメントオリジナルバイリサ見ていきました。いやー、大変皆さんご迷惑をおかけしてすいませんでした。もうね、テンションが上がりすぎました。今回の反省会ですね。今はね、もうエンディングトークじゃなくて反省会です。僕の大好きなアニメソードアートオンラインの主題歌であるリサさんのキャッチザモーメントを僕が大好きな INI の高塚ひろむさんがしかもバンドで歌うっていうね、これテンション上がらないわけがないんですよ。まずね、テンション上がりすぎたっていうのが第一の反省点。そして二つ目はキャッチザモーメントを何年も聴いていなかったせいで曲の構成を勘違いしてしまったっていうのが二つ目の反省点です。いや、解説動画の内容としては非常にボロボロだったんじゃないかなというふうに思うんですけど、でも個人的にはヒロムさん推しのミニの方々とはね、気持ちがこう共有できたんじゃないかなっていうふうに勝手に思っていて、テンション上がらないわけないじゃないですか。ぶっちゃけね。そうなってくるとテンション上がりすぎて曲の構成間違ってもまあしょうがないかななんてね、ちょっとね、自分で自分をね、慰めるようなことを言っていますけど、こんなね、よくわかんない感じの鶴さんが出てしまうぐらい、今回の動画は本当に最高に素晴らしかったと思います。歌声解説っていうタイトルで動画を始めたのに、もうリアクションって感じになっちゃいましたね、今回。ただ僕がね、ヒロムさんが大好きだっていう気持ちが、
皆さんに伝わってくれれば、今回の動画は公開して正解だったかなというふうに思います。なのでね、僕のヒロムさんが大好きだっていう気持ち伝わった方はですね、コメントで伝わったよっていうふうにコメントしていただけたらなというふうに思います。いやー、それにしても最高でしたね。この動画ね、何回も見ると思いますよ、僕。これからも INI 全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。